こんにちは、過酸化水素水です。いやー、普段は DJ として、橋本商事の社長として活動させてもらってます。今日はカラコンについていろいろお話ししたいことがあります。気になる方はどうぞ。今日はとても緊張しているので、緊張の T シャツを着てます。まずは、皆さんカラコンについてなんですけど、どのタイミングで入れてますか？私は結構いろんな女の子のメイクとか見てて、途中でこう入れたりとか、最後にカラコン入れたりとか見ててハラハラするんですけど、眼科さん的にはあれはアウトなので、今日は正しい付け方をレクチャーしたいと思います。それと、あと私のお気に入りのカラコンを紹介したいと思います。まずは手をきれいにしましょう。薬用ハンドソープできれいに手を洗っていきます。では、行ってきます。はい。洗ってきました。で、この状態からカラコンをつけていこうと思います。まずはこれが私の裸眼です。赤のカラコンは昔ティアモさんから出たハロウィン用のカラコンです。赤のカラコンなんですけど、周りが黒のドットで縁取られているので、とてもなんかこう目が大きく見えます。私が結構愛用しているブルーのカラコンなんですけど、縁がないのですごくハーフっぽく見えてすごく好きです、個人的に。あとカラコンを入れた後にこうマッサージするといいって一回ネットで書いてあったことがあったんですけど、あれはただこの黒目を傷つけるだけなので、マッサージは絶対にしないでください。あとそういう情報を鵜呑みにしないでください。必ず眼科に行ってください。このカラコンのブランドは忘れました申し訳ないです。このカラコンは縁がブルーなんですけど、すごくはっきりとしたブルーで、中がパキッとして黄色になってるので、ハーフっていうよりかは人じゃない感がすごく強く出るカラコンです。どこのメーカーだったかは忘れました。このカラコンはピンククローという名前のブランドのカラコンでして、どこで買ったかは覚えてないんですけど、多分検索したら出てくると思います。半分が藍色で、半分が薄くピンクのようなバイオレットのような色にこう宇宙っぽい感じのカラコンなんですけど、見た目パキッとしてて派手かなって思うと、なんかこう思ってつけてみると意外とナチュラルに発色してくれて、あと直径もちょっと大きめなのでナチュラルメイクとかにすごくおすすめです。なおかつちょっとこう星みたいにこう白い点々がペペペペペって入ってるんで、すごくこう近くで見るとあれ可愛いなみたいな感じになるカラコンです。おすすめです。ここからは私が大好きな人じゃないシリーズカラコン、イエーイ。このカラコンはルナプリズムさんというブランドのカラコンだったと思います。それのマーズピンクというピンクのカラコンなんですけど、縁がピンクで、
中がすごくビビッドな青なんですよ。もうなんか蛍光色みたいな青で、もう人の体にはない色で構成されています。何色かすごく混じり合ってるみたいで、イエローとかも実は入ってます。で、この中のブルーの発色がいいので、ピンクのカラコンというよりはブルーのカラコンとして使っています。このカラコンもルナプリズムさんのカラコンなんですけど、名前が確かあったはずなんですけど忘れました。その中でも一番青いと言われているカラコンです。さっきのマーズピンクよりも、縁がピンクではないのですごいはっきりとしたブルーの発色になっております。なんだろう、すごくメタリックに見えるので、コスプレのカラコンとしても使えるし、デイリーにも使えるので、私としてはすごくおすすめです。こちらのカラコンは、トゥインクローグラムバイオレットというカラーのカラコンです。不思議な色なんですけど、とにかくバイオレットってついてるんですけど、バイオレット以外の色の方が多いっていう不思議なカラコンです。本当見る角度によって何色にでも見える不思議なカラコンですまずカラコンを衛生的なのが一番ポイントです。洗顔後が一番おすすめでして、もう本当に何もついてない状態で両手をきれいにして、ちょっとこう下げて人差し指に乗っけて確認してからつけるみたいな感じですね。で、そのつけるときにこう黒目のところこうグリグリとかやらないで、白目のところに乗せて自然とこう目をつぶって、あ、真ん中に来たってなるんですよ。真ん中に来たと思ったらパッて開けるとついてるんですよ。で、潤いが足りなかった時は目薬をさしてみてください。あと使用期限を必ず守るように。まずロシアンベルベットの何が好きかって、これ瓶ではなくてこういうパッケージタイプのものになっています。瓶のタイプってすごく怪我をしやすくて、さらにあれはアルミかな、アルミを蓋の部分に使ってるので、その開けた時に粒子になったアルミがレンズに付着したり指に付着したりして目を傷つける原因になるので、私はなるべく瓶のタイプのカラコンは避けてます。もし使うことになったとしてもすごく慎重に扱うようにしています。これはいつものヤーツですね私が好きなカラコンです。本当にハーフっぽくなるのと目がギュッてちっちゃくなるので、人に会う時は結構つけてる率が高いです。やっぱり他のカラコンと比べて今こういうハーフっぽいカラコンすごく流行ってると思うんですけど、その中でもやっぱロシアンベルベットこのカラーが一番、ナチュラルで発色が良くて、変な風にならないっていうのがポイントです。お待ちかねのラストです。このカラコンはですね、世の中の女性のほとんどが、目が大きいほど可愛いって言ってるじゃないですか。それの最終形態がこれなんじゃないかなって私は思います。正直言って入れるのにめちゃくちゃ時間もかかるしお金もかかりますけど、これは、あんまり長持ちしません。そして、日本では売ってないのでほとんど海外からお取り寄せになります。主にイベント用とか、ハロウィンとかで
でも買って後悔はしてないです。めちゃくちゃつけると面白いんで。どうだったでしょうか。私、過酸化水素水によるカラコンレクチャー大会、この動画が面白かったと思う人は、面白かった、ためになった、ぶつけた面白かった、ためになった、参考になったっていう人は、そう思ってない人でも絶対チャンネル登録してくださいあと Twitter もやってますので、他の動画も見て、過酸化水素水をフォローして、でチャンネル登録もしてくださいチャンネル登録してください。それじゃあまたねー